おはようございます。青木です。大ターミナル大阪駅に来ております。今日の日付は4月の27日日曜日で、私青木もうすでにゴールデンウィークのですね11連休ねいただいておりまして、それに入っておりますのでね、ありがたいことにですので今から旅行をしていきたいと思います。今回はですね韓国に行きたいと思います。はい、今から大阪からですね韓国に行くんですけども、時間に余裕があるので誰も使わなさそうなね、はい、大阪からは全然誰も使わなさそうなルートでねちょっと行ってみたいと思います。というのはですね、韓国に行くの僕1年3ヶ月もっとか1年半ぐらいぶりになるんですね。海外はねコロナ後韓国しか行ってないので、海外旅行もそれぐらいぶりになるんですよ。なので久しぶりの海外旅行ということで、ちょっとハワイもね寄ってきたいなと。そう韓国とハワイもね一緒に行きたいなということで、今回はですねハワイを経由して韓国に行くというですねことをやってみたいと思います。なんか全然距離韓国とハワイってめっちゃ距離違うやないかと思われるかもしれないですけども、1泊2日間かけてやればですねちゃんとそれができるということが分かりましたんで、今からやっていきたいと思います。さあどんなルートになるかね楽しみにしておいていただきたいんですが、はい、サンダーバードの案内が流れてますね。ここは11番乗り場といって、主に特急サンダーバードとか北陸の方に行く特急が発車するホームになってるんですね。なんですけど私たちはそれとは逆の方向に向かいます。なので乗り場は別になるんですが、旅の始まり感が出るだろうということでね、ここで最初ロケしています。人もねこんな感じであまりいないんでね。このホームのいいところはね、コンビニとかねいろんな施設があるとこなんですよね。いいのはねこんな感じでお土産コーナーがあるんですよね。すごいな、ドクターイエローグッズとかある。でこうミャクミャクくんグッズもねいっぱいありますよね。これなんかね自分に買っていきたい看板乗り場にやってきました。私たちはですね2番目にラインナップされております特急スーパーハクトに乗っていきます。特急スーパーハクト鳥取方面倉吉行きということで、鳥取に今から行くんですね。鳥取ってとね日本海側なんで韓国に近くなってきたなって感じはすると思うんですが、いやでもハワイって一体どこにあんねんってね思いますよね。そう今回ねハワイのさっき行くんですよ。ますますね謎めいてきてますけども、とりあえずねこのスーパーハクトに乗っていきましょう。で今回ね結構身軽なんですよ。はい、これねさっき買った三宅くんのお菓子と、午後の紅茶ですね。であと、リュックをね、リュックって言ってもそんな大きくないんですよ。はい、それをね、背負ってるだけなんですけども、韓国にはね1週間ぐらいいる予定してるんですよ。なんでこんな身軽でいいかっていうのね、はい後ほどご紹介したいと思いますけども、はい、そんなこと言ってたらスーパーハクトが到着するみたいなんでね見ていきたいと思います。うわやっぱかっこいいっすね。スーパーハクト久しぶりに乗るんですけどね、この電車もうあれですよね、もう2、30年近く活躍してる電車ですけど、未だにねそのかっこよさは健在ですよね。今回は5号車の一番後ろのね 9A っていう席を用意していただいています。車内のこの純和風みたいなねインテリアもいいですよね。コンセントもついてますね。ご乗車いただきましてありがとうございます。この列車は実線系倉吉行き特急スーパーハクト3号です。さあということで大阪駅を出て大体30分ぐらいですね走ってまいりましたけど、この電車めっちゃ速いですね。さあ見えてきました、明石海峡大橋でございます。一昨年ですかね、一昨年の年末船を乗り継いで韓国に行きましたけども、その時もね、名門太陽フェリーで
明石海峡橋の下をくぐりましたけども、今回はスーパー白頭号でね、はい、橋の今たもとでは、橋の真下を通過しましたね。いや早いですね。なんか名門太陽フェリーの時はね、もうゆっくりじわりじわりとねくぐってきましたけども、もう気づいたらあんな向こう側に橋がありますね。ご乗車ありがとうございました。まもなく鳥取に到着いたします。さあ鳥取に到着しました。そして見てください、はい、コナン君たちが描かれたコナン列車がお出迎えしてくれましたね。そう、コナンのね作家の青山剛昌先生はこの鳥取県が出身ということで、こういった列車が運転されています。でこちらのスーパーハクト号は、鳥取からさらに、先行きまして倉吉というところまで行きます。で私たちもねこの後倉吉行くんですけども、大体の人がね、てかほとんどもう 7,8 割の人が鳥取で降りていかれましたね。このスーパーハクトがね走り出したおかげで大阪から鳥取までおよそ2時間半でね来ることができるようになりまして、非常に便利になったんですね。ハワイに行く前にね、せっかく鳥取に、来たんでね、今回はねちゃんと観光とかをしながらですね、のんびりとね韓国の方に行きたいと思いますけども、その中にハワイがあると、鳥取に来てね、でこの後倉吉に行って、でね、ハワイってどこにあるかってね、国内旅行が好きな方はね想像ついたかと思いますけども、まだまだちょっとお楽しみにちょっと伏せておきたいと、ちょっとずつ出しながらね、この駅の階段がもうすでに砂丘になってるのがね印象的なんですけども、先もねこれから行きますよ。見てください、自動改札がこの春ですね設置をされております。そう、ここね、駅員さんがこう2つか3つぐらいかな、駅員さんが立ってる、ブースがあって、そこでですね手動で改札をやってたんですけども、この春ついにですね自動改札ができました。鳥取は何やかんやってね半年に1回ぐらい来てるんですけどね、この光景見ると非常に新鮮ですよね。これね駅員さんいなくなったんだってね。でも駅員さんのいる窓口はあそこに、ね、まだ残ってますね。はい、旅のお供にミャクミャクくんでございます。鳥取までついてきてくれたんですね。ここにもなんかミャクミャクいるんですけど、なんかあれですね、鳥取砂丘をなんかジャックしてますね面白いなこのミャクミャクのこのポーズもねなかなか珍しいポーズですよね。さあ時刻は12時過ぎになってますね。でお腹が空いたんでランチしたいと思います。商店街のあたりに行ってみましょうかね。はい、駅前の地下道を渡ってきました。この地下道結構便利なんですよ。エスカレーターとかついててね。そしてこちらにアーケード商店街があります。この辺りね、何食べようか本当決めてきてないんですけど、海鮮ね結構この辺美味しいんですけど、間違いなくね待つと思いますんで、ラーメンとかねサクッと食べれるものがいいでしょう。鳥取でのね滞在時間はだいたい2時間ぐらいなんですけども、その後ねハワイが待ってますんでね、サクサクいけるところはサクサクいきましょうか。鳥取牛骨ラーメンって書いてありますね。こうやったらすぐいけそうですね。じゃあごちそうさまでした。ラーメンひんまさんというところですね。いや美味しかったですよ。スープをね美味しいんでぜひ飲んでみてくださいということで、牛骨ラーメンが提供されたわけなんですけども、本当美味しいです。どっちかっていうと塩ラーメンよりのあっさりしたですね味でした。で店員さんもね50代ぐらい 40,50 代ぐらいの、店主の方ですかね、男性の方とあと、若い女性の方でやられてたんですけど、非常になんか息も合ってそうで愛想もいい方々でしたんで、ここは本当鳥取旅行でねおすすめしたい一つのお店になりますね。私たちはですねの駅
駅前バスターミナルから鳥取砂丘ですね。はい、せっかく鳥取に来たんで来たいと思います。いやもう何が何だか分かんないですよね。なんか韓国に、行く旅行なのにね、なんか牛骨ラーメン食べたり砂丘行ったりとかね、はい、ちゃんと行けるのかとそういう心配もされてる方もいらっしゃるかと思いますけども、今回の目的地ね、韓国ソウルインチョン国際空港までねしっかりと行くことができますんで、そのバス乗り場は、さっき私たちがバスターミナルの方に入ってすぐの、0番乗り場ってとこからですね砂丘に行くバスが出るんですけど、このバスターミナルの中でね、この奥の方までやってきてます。というのはね、ここにちょっと買っておきたいものがあるわけなんですね。この自販機にですね珍しいものが売っています。はい、こちらです。こちら結ぶって書いてありますけども、これ由比っていう、ねお水になっていて、大山の天然水なんですね。大山っていうのは鳥取県を代表する山になってるんですけども、そこから取れた水がですねなんと100円で売られてます。安いでしょ。買ってきましょう。さあ買ってきました。なんかこの、結ぶっていう字がいいですよね。なんかいいご縁がありそうな感じがしますね、これを持ってるだけでね。さあこの0番乗り場から出るこの9番と39番ってやつが鳥取砂丘に行きます。で私たちが乗るのがこのループキリン獅子っていう9番のさっき見てたバスですね。はい、やってきましたね。こちらループキリン獅子ということですごくかっこいいイラストが書いてありますね。本日はループキリン獅子バスにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。さあ鳥取砂丘に到着しました。この開放的な雰囲気やあそこがね、人々が上り下りしているところ、そこが砂丘の入り口になっています。はい、案内がありますけども、私たちは今ここにいます。この絵がねハワイのワイキキビーチに似てるから、ここハワイとか行ってんじゃねえかとか思われそうですけど違いますよ。はい、ちゃんとした、ハワイにね、次行きますから、ここはですねただ単に時間的な余裕があったから訪問しているだけです。で、鳥取砂丘の、メインの観光の仕方っていうのがこの馬の背っていうですね、はい、これ茶色くなってるとここちょっと高台みたいにというか砂の山になってるんですね。そこからですね日本海、美しき日本海を眺めることができるんですけど、ちょっとねここまで行くのは地図ではねめっちゃ近そうに見えるんですけど、この山登るのがめっちゃ大変なんですね。はい、なので今回はやめておきます。その代わりにですね、短い時間でもサクッと楽しめるルートを今回ご紹介したいと思います。まずはねこの砂漠の触りの部分を、見るためにこの入り口のとこから入ってみましょうか。さあ登っていこう。入ってきました。日本海見えてますね。そうこの入り口のとこって比較的高いとこにあるんで結構いい写真がね撮れたりするんですよ。この辺で記念写真撮ってそうな人たちがねいっぱいいるんですよね。で、この鳥取砂丘の構造としてはねここから、一回下がっていくんですね。はい、下がっていってであそこにね、山がありまして、で地図ではすんげえ近く見えたんですけど見てください。人々がどんどんちっちゃくなっていくのが分かりますよね。はい、そんだけね実は距離があるんですよ。なので鳥取砂丘にね行きたいんだけどあんま時間ないわって方はね無理してこの中入らない方がいいです。さあで私たちはどうするかというとリフトに乗ります。ここからですね向こうの方の山までリフトが出てまして、でそこにはですね展望台があります。足が砂だらけになることなく鳥取砂丘を上から満喫することができます。はい、ありましたね。砂丘リフトと書いてあります。さあということで天空の旅が始まりました。スキー場のねリフトだともう本当に周り山ばっかなんですけど、こんな感じでね言ったら街中を越えてねリフトが貫いてるっていうの結構新鮮な雰囲気でしょ。終点が近づいてまいりました。いやこれちょっと緊張するんですよね。というのはスキーとかのリフトだとねここで板をこうやって、揃えないといけないんですけど、別に今からゲレンデ滑るわけじゃないんですけど、さあ鐘が鳴ってますけども
こちらがですね、リフトの終点上がってきたところでございます。緑とそして砂丘が織りなす大自然の中にですね、こうして見ると砂丘っていうよりはビーチですよね。はい、だからこれ見てハワイみたいだなとかね、思う方もいるとは思いますけどもね。でこちらが展望施設でございますので、今から入っていきましょう。おー、すげえ。今日は本当すごく風が気持ちいいです。そして寒くもなく暑くもなくですね、まさに砂丘観光日和ですね。そして誰もいい日で、今日はね、穴場の観光地もねちょこちょこ見つけてますよね。次が14時13分発ですね。本当はもうこれの一本後とかでもいいかなと思ってたんですけども、なんかね意外とサクッと回れたんで、これに乗ります。はい、鳥取駅前に戻ってきましたよ。いやもう爆睡したね。今日は歩いたんだなっていうのが、特に砂丘がね普段の 1.5 倍ぐらい体力使うのでね、いい運動になるんだなっていうのがよく分かりましたね。さあ今からね、いよいよですねハワイに行きたいと思いますけども、ここからですねまた列車に乗っていきます。多分またどっかで会えると思いますけど、とりあえずみやくみやくんにもバイバイしておきましょう。さあお次はこれに乗っていきます。特急スーパー松風号です。これに乗って、鳥取県3番目の町というふうに言われてます倉吉に行きます。だいたい 3,40 分ぐらいで到着するらしいですけど、車内も綺麗ですね。列車は倉吉に到着しました。倉吉ですね、文字通り蔵がいい町ということで、昔からのですね、建物、特に壁が綺麗な街並みが広がっている、そういうエリアがあって有名だったりしますけども、いやこの列車めっちゃ速いですね。いやこの2両編成のちっぽけな特急だとですね、侮ってはいけませんよね。韓国語の放送もねあったんで、スーパーハクトにもありましたけど、韓国行く前に耳慣らしができて非常に良かったと思っております。さあ私たちはですね、ここからハワイに行くわけなんですけども、タクシーで行きます。はい、いやねもうそろそろね明かしてくれよって。はい、じゃじゃーん、今から行くのはこちらでございます。ハワイ温泉でございます。はい、鳥取に来た時点でね感づいた方もねいっぱいいらっしゃったかと思いますけども、何もアメリカ合衆国のハワイとは言っておりません。鳥取県にはですねハワイという町が、ありました。そう昔あったんですね。でも、市町村合併で今は由利浜町という名前になっているんですけども、旧ハワイ町にある温泉が、ハワイ温泉ということになっています。いろいろねテレビとかでもね出てきて、ハワイと似てるよっていう風には言われているんですけども、でもねここね本当いいところで年一ぐらいでね実は行ってたりするんですけども、今からねそこに行きたいと思います。すんげえ綺麗な駅だな。でハワイ温泉なんですけど、2、3時間に1本ずつですね、この倉吉駅からバスが出ていますが、ちょうどですねタイミングが合わなかったんで、行きはタクシーで行きます。で帰りはですねバスで帰ってこようかと思っております。じゃあこれに乗っていけばいいのかな。
はい、ハワイ温泉に到着しました。いや、すごく優しい運転手さんでね、どこから来たんですかって聞かれて、大阪から来たんですよって言って、そこからですね、いろいろ鳥取砂丘行ったんですよって言ったら、鳥取砂丘のね、いろんな豆知識なんかも教えてくれて、なんかね、オアシスみたいに本当水が湧いてるとこがあるとかね、はい、本当いろいろ教えてもらってすごい嬉しかったです。で、タクシーもね、スロープがついてて非常に乗りやすいんですよね。黄色い UD タクシーっていうんですけど、あれがね、結構鳥取県の中にはいろいろ走ってるみたいで、いや、鳥取県はね、タクシーでも旅行がしやすい、そういうのがね、よく分かりました。お値段はだいたい2300円だったので、4人ぐらいでね、相乗りというかですね、団体で利用すれば、1人当たり500円から600円ぐらいで済むんで、結構お得なんじゃないかなと思います。だいたい15分ぐらいですよね、乗ってきました。さあ、そしてこの辺り一帯がハワイ温泉っていう温泉街なんですけど、私たちが行くのがですね、こちらハワイ U タウンという施設になっています。ハワイというふうに施設にも書いてありますけども、アメリカ合衆国にあるハワイと違うのはですね、あそこはですね、ハワイの E ですね、I が2つあるんですね。なんですけど、ここはですね、1個だけということで、ここは日本のハワイだぞということになっております。で、後から詳しく見に行きますけど、あちらに湖があります。この湖のほとりにあるのがハワイ温泉で、もうちょっとですね、鳥取寄りには東郷温泉というのもありまして、このハワイ温泉と東郷温泉っていうのはセットで扱われることが多いんですよね。さあ、今日もいいお湯でした。休憩室に来ているんですけど、これ誰もいなかったんで、これ本当に使っていいのかなっていう風に係の方に聞いたらですね、使ってくださいということだったんで、ありがたく使わせていただいております。鳥取県といえばこちら白バラ牛乳ですね。白バラ牛乳のカフェオレをいただきたいと思います。それではハワイ温泉に乾杯。いいですね。優しい味です。そう、まろやかなんですよね。普通のコーヒー牛乳に比べて、まろやかな味がするので、コーヒー苦手だよっていう人も飲みやすい、そういう風になっています。さあ、温泉の感想ですね。いや、あそこのくつろぎ部屋でやってもよかったんですけど、ハワイ温泉を散策しながらの方が絵になるかなと思いましてですね。いや、本当にね、ハワイ温泉は優しいお湯ですよ。肌触りが優しいです。さっきのね、白バラ牛乳と一緒でですね、若干厚めのお湯なんですけども、長く入っていられるような、そんなお湯になってます。で、タクシーの運転手さんも言ってたんですけども、結構お風呂が大きいんですよね。はい、普通に20人、30人はちょっと無理かな、20人は普通に入れるだろうみたいな、そんなですね、浴槽がバーンとですね、真ん中にある。その近くに洗い場があって、洗い場も結構あるんですよね。で、サウナとかそういうのはないんですね。でも入場料が470円で、タオルがですね、タオルがね、レンタルがないので買わないといけないんですけど、でもフェイスタオルで1枚250円で2色選べるんで、はい、中で体拭く用と外で体拭く用で1枚ずつですね、買いました。1種類ずつ買いました。で、こっちの方に行くと、ここの由利浜町ですね、旧ハワイ町と実際のというかアメリカのハワイの友好の碑があるということですね。さあ、これがそのモニュメントだそうですね。ちょっと見に行ってみましょう。よいしょ。ハワイに来たんだぞということがよくわかりますけども、アロハって書いてあって、シンス1996ということですね。1990年代からこういう友好関係が結ばれていたということなんですね。ちょっと説明を読んでみましょうかね。この由利浜町っていうのは2001年に誕生してるんですね。ハワイ町とあと2つの町が合併して由利浜町になったわけなんですけども、ここを見るとシンス1996ということなので、旧ハワイ町の時代からですね、友好協定が結ばれていたということなんですね。だからだいぶ古いんですよ。もう30年近く、この由利浜町、旧ハワイ町と、アメリカ合衆国のハワイ州はですね、仲良しになっているということですね。さあ、それでは私たちはあと20分でですね、倉吉の方に向かうバスが来ます。で、ここにもバス停があるんですけども、もうちょっとですね、この湖沿いに歩きながらハワイ温泉を満喫していけたらと思います。このすごく背の低い
ですね。トロピカルな木が印象的ですよね。で、歩きながら今日のこの後の工程というか明日までのですね、工程を発表したいと思いますけども、無事ですね、ハワイを経由することに成功しました。で、今からもうねすぐ韓国に行くわけではなくて、今日はですね鳥取県に宿を取っております。鳥取県の米子にですね、みんな大好きアルファワンさん、ホテルアルファワン米子さんに今日は泊まるんですけども、明日ですね米子鬼太郎空港からソウルに飛び立ってみたいと思います。そう、この米子鬼太郎空港というですね空港を使ってみたいっていうのがですね、今回の趣旨だったわけなんですけども、いつもね関空とか、あとセントレアから出ることもねたまにあるんですけども、他のですね地方にある空港から韓国に行く便もね今インバウンドの増加などで出てるということなんですけど、この米子鬼太郎空港ね、なので今から鳥取県の西側の方に行くわけなんですね。で、明日飛行機出るの午後3時とかなんで、それまでね鳥取県の西側の米子とか、あと境港の方ね、空港近いんで満喫できたらと思います。だから今回はね鳥取県を主要なところ、主要な観光地を満喫するみたいな、そんなねツアーになっちゃいました。さあ、そして旅館の建物が見えてきました。実はですねここの交差点のあたりですね、ここがハワイ温泉の旅館群の、中心地になっております。で、僕いつもね旅館の日帰り入浴をおすすめしてたりするんですけども、この辺の旅館ってね日帰り入浴をやってはいるんですけど、こんな夕方までやってないんですよね。なので、昼飯、お昼時とか、来るとこの旅館の本当にね、この辺りもおすすめの旅館あるんですけども、ただ今回は、ね、午前中というか、お昼に砂丘を訪れたので、U タウンの方に行かせていただきました。 U タウンはね夜までやってますので。さあ、そしてこちらが足湯でございます。このですね、旧ハワイ町周辺にはですねこんな感じで足湯がいっぱい置かれておりまして、もちろん無料で楽しむことができます。こちらのお店、お土産店なんですけど、ハワイ温泉でお土産を買うんだったらですねここがおすすめです。結構品揃えもいいので、鳥取県ね全体のお土産なんか売ってます。はい、こちらがですねハワイ温泉のバス停、先ほどご紹介した山本お土産店の真ん前に立っています。非常に便利なところにありますよね。で、私たちはですねこの西倉吉行きっていうバスに乗っていくんですけど、これよく見たら日曜日運休ってなってますね。これ17時2分ってやつが最終だったんですけど、今17時30分ぐらいなんでね、日曜祝日運休ってなってますね。ちょっとこれ土曜日のね時刻表を見てきたんですけども、土曜日と日曜日一緒だろうと思ってね、勝手に確認をせずにですね来てしまいました。どうしようかな、またタクシーですね、駅まで。はい、ということで行きに乗ってきた日本交通さんですね、日本交通のタクシー、日本交通ってバスもやってて、砂丘に行くとき実は乗ったりしてたんですけども、タクシーもやってて、でそこにですね電話かけてみたところ、今から来ますということで、倉吉の駅から15分ぐらいで参りますということで配車をしていただきました。いやー心強いですね。タクシーを電話で呼ぶときってプラスいくらか多めに払わないといけないんですけども、それいらないって言うんですよね。いや、なんかあれだな、今日はハワイ温泉に来て鳥取県のタクシーねサービスの良さを学んだみたいな、そんな感じですね。はい、タクシーで倉吉の駅までやってきました。あと4分でね特急が出るので、それ乗っていきましょう。倉吉に来た時と同じの、スーパー松風号に乗っていきます。増田行きですね。今回ねまたトクトクチケットレスで、倉吉から米子まで、だいたい 4,50 分で700円で取っております。チケットレスなんでね、本当切符を発行する手間がないんで、本当駅降りてすぐ改札入って列車に乗ることができます。3番乗り場、列車が参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。3番乗り
っていきましょう。さあ米子に到着しました。鳥取県一というかですね、山陰で一番栄えてる都市とか言われるそういうところになっています。米子はもう本当年に 1,2 回ぐらいのペースで来てますよね。はい、スーパーホテルさん米子を紹介したりとか、ちょっと前のロケですけども、ここからですね鬼太郎列車に乗って境港とか行ったりとかいろいろやりましたよね。そんな思い出の街米子に今回もですね、まさかの韓国に行く途中にやってきております。ヒゲダンの歌をベースにした発車メロディーで列車が発車していきました。ヒゲダンの皆さんもねこの辺出身なんですね。はい、ミャクミャク君も平然と何食わぬ顔でですね、私たちについてきております。はい、ミャクミャク君にストーカーされてる気分。さあではとりあえずみんな大好きホテルアルファ1米子さんに向かいましょう。もう見えてますね。あそこにアルファ1ってねひょこっと出てるのがいいですね。はい、方言を喋っているエスカレーターをね乗っていきましょう。なんか地域おこしの一環みたいですね。なんかこの間の秋来た時この辺工事中だったくないですかね。スーパーホテルさんのロケした時でもめっちゃ新しくなってますね。はい、秋あそこにね泊まりましたけども、今回はねあっちです。いや米子は都会だな。なんかバスもねいっぱい走ってますね。いやさっきねハワイ温泉で交通機関に困ってたのが嘘みたいですね。なんかちょいちょいね新しくなってますね米子の街が。で今回ねアルファワンさん泊まるんですけど、アルファワンさんって大浴場がついてるんですよね米子の。でもすでにハワイ温泉入ってきたんで今回はねアルファワンさんの大浴場は使わないっていう、入りたくなったら入ってもいいですけど。そしてこのとこに我ら名古屋が誇る新時代ができてるんですね。やばいな、なんか行ってしまいそうですけど安いんですよね新時代って。さあそれでは毎度おなじみアルファワンさん入っていきましょう。いいですね、この宮殿みたいなね作りがいいですね。でこの下にある丸善水産さんっていうのは居酒屋なんですけど、定食メニューとかも出してくれるんですよね。今日まだ晩ご飯どこ食べるか決めてないですけども、ここもありかなと考えています。さあでは入っていきましょう。いいですね、この回転扉がつけられそうなこの丸い入り口ですね。そしてここに段差がございます。はい、ということでチェックインが完了しましてですね、荷物が増えております。魔法をかけて瞬間移動させたわけじゃなくてですね、宅急便で実は昨日の土曜日にアルファワンさんに送っといたんですよね。ということでこちらアルファワンさんといえばですね、青木さんをダメにする自販機がちゃんとありますね。今日は最上階ですね。こちらのホテルをご紹介するのは2021年ですね。2021年の末だからもう4年前か。4年前の年末にやったホテルアルファワンだけに泊まって大阪から福岡まで行く旅以来ですね。でもその時から比べるとだいぶ新しくなっていますよね。このインテリアも多分その時はまだこれじゃなかったんじゃないかなって思いますけども、はい。で、ここにですね、LAN ケーブルがひょこっと出てる、これは一緒でしたね。はい。そしてテレビもですね新しいやつがついてますね。でガワにもちゃんとねホテルアルファ1って書いてあります。ちょっと明かりを消してみたんですけども、この右側にはイオンが見えてますね。なので米子の市街地、こっちが米子の駅ですね。はい。
さっき見えてた、建物とかね、あとこっちに東洋コインさんも見えますね。以前ですね、スーパーホテルの米子に泊まった時も東洋コインの目の前だったということで、これ東洋コインって結構米子のシンボル的な存在なんでしょうかね。さあ、そしてアルファワンさんの部屋にチェックインしたらまずやることとしてこれです。はい、ここにあるですね、オーディオコーナーにあるこの BGM っていうボタンを押してください。でそうするとここからね、はい、流れてますね。いや、このクラシックな感じがいいですね。ここのただ一つしかないスピーカーから流れている旅を快適に過ごすためにセレクトされたこの BGM ですね。ジャズとかあとインストルメンタルミュージックが中心になってるんですけども、どっかの有線なんでしょうかね。はい、それを流していただいております。これが全国ほとんどのアルファワンさんについてるっていうのですね。いいですよね。とりあえず部屋の中でね、明日韓国に行く準備とかもね、まだできてないところもあるんでやらないといけないんですけど、お腹空いたんで、ね、ご飯食べに行きたいと思います。海鮮はね、多分明日食べれるんじゃないかなって思うんですよ。はい、ちょっと時間があったらね、境港の方とかも行きたいなとか思ってるんで、韓国に行く、しかも1週間もいるんで、日本で普段食べてるものも、食べれなくなるということですので、今日というかこの時間はね、それを食べに行こうかなと思っています。さあ、ホテルの前の道を米子駅とは反対にまっすぐ歩いてきて、大きい道路に、ぶち当たりましたね。国道9号線といいまして、山陰地方の大動脈になっています。京都からですね、鳥取、倉吉、米子、そして松江、出雲が、ずっと通って最終的にはですね、山口県の下関に至るという、今日ですね、鳥取から米子まではこの国道9号線に沿ってですね走っている JR の山陰本線を乗ってきたわけなんですけども、山陰の大動脈を旅してるっていう、そういうような旅になってますね。そして目の前に現れたのが毎度おなじみ吉野家さんでございます。米子のスーパーホテル泊まった時もここでご飯食べましたよね。前と同じやつです。牛サバ定食。これがね、吉野家の中でも日本っぽいメニューだろうなというふうに考えましたんで、いや、美味しかったです。吉野家だからってね、侮ってダメですよ。牛サバ定食のサバの炙り方はね、一流の料理屋さんも顔負けなんじゃないかなと思うぐらい、それぐらいですね、脂が乗っててすごい美味しいんですよね。ご飯にも合うんで、ついつい大盛りにしちゃうんですけど、今日はね、やめときました。じゃあね、米子に来たんだったらね、あそこ行きましょうか。ジャスコで会いましょう、素敵な笑顔でジャス、はい、さっきねイオンがあるって言ってましたよね。はい、ジャスコなわけないですね。そんな古い話で、しかもあそこのイオンはですね、もともとジャスコじゃなくてサティだったんですね。そのイオンにですね、アルファワンさんから見えてたイオンに行って、旅の準備とかですね、明日朝食べるものとか、お楽しみの時間やりますかね、ホテルに泊まってんので、ということをね準備をしてまいりたいと思います。さあ、それでは毎度おなじみのイオンでお買い物してきます。イオンにもお土産がいっぱい売ってますね。いや、良かったですね。いろいろ買いました。一緒にお土産もね買えて、すごく充実したショッピングだったんじゃないかなと思います。で、これまた新鮮だったのがね、韓国人のご家族とカップルですね、買い物来ていらっしゃる方を2、3組ぐらい見ましたね。旅行者だと思います。子供がね、ポケモンのラーメンだってね、元気よく、言ってるのをね聞きましたんで、やっぱり旅行でね来て珍しいなというふうに思ってるんじゃないでしょうか。なのでここからちゃんと韓国に行くことができるんだなというのをね、はい、実感いたしました。お楽しみの時間でございます。ということで、やっと終わりました。準備結構2時間ぐらいかかりましたね。日本でしか飲めないビールをですね、そう、韓国にもねプレモルとかアサヒスーパードライとかキリンビールとかあるんですけど、キリンビールの中でもね、これホワイトエールっていうやつでございます。そしてこれ、はい、クラッツっていうのかな、うま塩ポテト、キリン一番搾りに合うよっていう風にね、これ一番搾りを指名してるのが面白いですよね。いきますよ。もうこんな時間になっちゃいましたけども、米子のよりに乾杯。いいですね。キリンのビールっていうのはね、あっさりしてるけど癖があるってね、なんかちょっとね相反する言葉なんですけど、そういうビールだなというふうに思っています。あっさりしてんだけど奥深いっていうね、そういうビールなんですけども、それにホワイトエールのですね
クリーミーな感じが加わってて、いやこれハマりますわ。これ箱買いしちゃいそうかはい、ということで、韓国でもねいろんなビールに出会えるんでしょうね。こう食べてみましょうか。合うよこれ。このポテトも奥深い味です。で明日なんですけども、もうですね朝米子空港の方に行ってしまおうと思います。で米子空港で、ロッカーかなんかがあったら荷物預けて、でこの近くにですね、ここ夢港タワーという、展望台というか海を見渡せるようなそういう場所があるそうなので、空港からね、タクシーでね、また今日みたいにねタクシーばっかりになりそうですけども、それで行ってしまえばいいんじゃないかなというふうに思ってますので、米子空港にまず行って、そこでですね荷物預けてから、ここに行ってみたいなというふうに思っております。明日はですね韓国に行くんですよね。でもなんか一個観光してからね韓国に行くっていうのも面白いですよね。おはようございます。現在4月28日の朝9時12分ぐらいを迎えております。で朝ですね、起きてなんか外見たら天気やばそうじゃないと思ったんですけども、ちょっと前に雨が降ったらしいんですけども、今日の天気はですね、曇りのち晴れだそうです。日本海側はね、北陸とか山陰とか旅行していらっしゃる方はわかるかと思うんですけど、結構曇りがちの天気が多いんですよね。なのでこういう天気が言ったら普通なんですよね。はい。なのでそんな心配することなく、今日はですね今からもう米子空港まで行ってしまいまして、荷物預けまして周辺を観光してから、いよいよ飛行機に乗って、そして、ソウルまで向かいたいというふうに思います。いや米子北郎空港初めて使うんで本当楽しみですね。アルファ1は出てまいります。いやー韓国に行く前にねこの大好きなホテルアルファ1に泊まるっていうのね、なかなかおつなものですね。私たちはですね米子の駅に向かいます。雨もちょっと降ってるなこれ。でも大丈夫でしょう。駅に向かう分にはね全然大したもんじゃないですよ。で米子北郎空港がそもそもどこにあるかなんですけど、ここから、電車で30分ぐらいで行けます。関空特急ラピードとかみたいにスピード出すもんじゃないんでね、距離的には結構近いんですよ。車で行ったらもっとね頑張れば 2,30 分ぐらいで行けそうな距離にあるということで、結構ですね便利なんですよね。福岡空港とか那覇空港が便利って書いてね、都心から便利って注目されてますけど、東京羽田空港とあとこれから行く韓国ソウル、そして中国の上海、そして香港の4つから今のところは出ているらしいです。なので国内線よりも国際線の路線数の方が多いっていうですね、とんでもないことが起こっております。なのでね昨日から本当外国人の観光客とおぼしき方をたくさん見るんですよね。さあ米子駅にやってきました。ここはですね私たちは北郎列車に乗っていきます。日常のね、住民の足として使われている堺線という列車がありましてですね、その路線でですね走ってる列車には北郎のラッピングがされています。でその北郎のラッピングされている列車に今から乗っていきます。さあ私たちは上にラインナップされております9時33分発の境港行き普通列車に乗っていきます。でこの列車に乗りに行くまでの間にですね、この米子というかこの隣の、境港はですねゲゲゲの鬼太郎でおなじみの水木しげる先生のゆかりの地ということで、いろいろな妖怪の皆さんに会うことができます。トップバッターはですね、こちら最近妖怪の皆さんに仲間に行ったミャクミャクくんでございます。ミャクミャクくんね、ついですねこの偉業を果たしたということですね。そんなわけないだろうこれ、ツッコミは聞こえそうですね。ミャクミャクくんはね水木しげる先生が作ったものではございませんので、ここからが真の本番でございます。こんな感じで猫の可愛いですね駅名標もある米子駅。そう米子駅はね本当映えスポット多いです。そしてここですね書いてありますね、0番線こちらということで、某おやすさんがね、案内してくれてます。これネズミ男さんもいらっしゃいますね。では見に行ってみましょう。私たちはこの列車に乗っていくわけですけども、なんかあれですね4年前のホテルアルファ1だけに泊まって大阪から九州に行く旅で乗った列車ですね。これ猫娘列車ですよ。よく覚えてますよこれ。列車はねそんなに混んでないみたいなんで、こちらを見てから行きましょう。でこの駅はですねネズミ男駅という名前がついております。この境線にはですね
ゲゲゲの鬼太郎に出てくるいろんな妖怪の名前が一駅ずつついています。ここはネズミ男駅で、終点の境港駅が鬼太郎駅になっているということですね。鬼太郎のメインキャラクターで、終点と始発を占めているという、そういうですね、感じになっていますね。これはネズミ男ですね。これ原画なんですよね。はい。これでちょっとねリアルでしょこれ。さあ、ではですね、どっちの方かな、鬼太郎の方乗っていきましょうか。いいですね。この位置ですね。運転席がめっちゃ見える。運転したくなりますねこれ。次はバクローマン、大丈夫です。これは次は米子大丈夫です。急げとなって韓国に行く前に日本で最後に見たものが鬼太郎っていうねなかなか趣深い体験でございますけども、この境線っていうのはね、乗る人が多い路線なんで、空港に来られる方はリムジンバスを使うのをお勧めします。荷物もちゃんとトランクに入れられるということを考えたら、やっぱそっち使った方が絶対いいと思いますので、はい、今回はねわざわざ鬼太郎列車に乗りたいということでこういう風にしてみました。でかいなこの駅名看板、米子空港駅ってこの橋の上から米子空港駅と、そして空港のターミナルがいい感じに見れるのがいいですね。これどんだけね駅から近いかというのがよくわかりますよね。そして雨に濡れないようにこんな感じでずっと屋根が続いていますね。空港のターミナルビルまで。いやありがたいですね。書いてありますね、空港ターミナルって書いてありますけども、いや風が気持ちいいな。これやっぱ日本海に近いっていうか、なんか半島みたいになってるんですよね。茶色い建物がターミナルですかね。特に建物の前面にゲゲゲの鬼太郎が書いてあるということではないみたいですね。やっぱ中がメインなのかな。昨日お世話になった黄色いタクシーもいますね。はい、そして米子エアポートって書いてありますね。いやすげえわ、本当に米子空港来ちゃった。であれがリムジンバスですかね。鬼太郎の絵が書いてありますね。だから鬼太郎バスに乗ってここに来るっていう手もあったみたいです。これなんだこれ、グレーターベイ航空って書いてあります。これは香港の航空会社らしいですね。こんなのあるんですね。そして鬼太郎さんがここにもいらっしゃいますね。ご挨拶しておきましょう。ここ国際線の到着ロビーって書いてあって、で鬼太郎の自販機がありますね。だから到着したらすぐ鬼太郎さんがお出迎えしてくれるらしいです。地方の空港って感じですよね。なんか ANA とか JAL は来てないですね。日本航空がない、なかなか珍しい空港ですね。日本航空は来ていない空港なんです。すちこさんですね。まさかの鬼太郎じゃなくてすちこさんがいっぱいいるこれもいい、なんか発見ですよね。これは一応鬼太郎さんいますけどね。そしてこれはですね、鬼太郎さんが飛行機にまたがっていますね。こっちが国内線の到着ロビーなので、国内線と国際線はあの辺かな、なんかそこを境に分かれてるみたいですね。ほんでちゃんとここにですね、みゃくみゃくんもいらっしゃいますね。みゃくみゃくんがね、さっきの吉本新喜劇のすちこさんも連れてきてくれたんですかね。心強いですね。2階はですねこんな感じになってて、向こうにレストランとか売店とかあるみたいですね。でこれ出発ってところにこれ面白いですね。これ国内線と国際線が一緒になってるんだすごいな。なんか東京とソウルが同じ扱いを受けている。でおそらくここがカウンターですね。はい、いろんな航空会社の名前が書いてありますけども、
今回乗っていくエアソウルはですね、毎日就航しているわけじゃなくて週に5、6回かな、ずつ就航しているので、他の日はですね、他の中国とかですね、香港の航空会社が使ったりとかしてるんだと思います。まだ開いてないんで、じゃあこちらのコインロッカーを使っていきましょう。余裕で開いてますね。で、今回の荷物はですね、これ機内には持ち込めない預けて荷物になりますので、ちょっと大きめのスーツケースです。ギリここ入りましたね。500円で済みました。よかったです。それではですね、飛行機のチェックインの時間まで周辺観光したりですね、ご飯食べたりしたいと思いますけども、私たちが今から行くのは境港の夢港タワーです。タクシーに乗って行きますけども、これ10分で1450円ぐらいで行けるんですね。さあ到着しました。ここに夢港タワーっていうのがあります。この辺りが夢港公園という名前でですね、整備されているらしいですね。車も結構止まってますね。タワーに登りたいんですけども、まずですね、あそこに海があるんで海に行きましょう。境港の海です。そう、さっきね米子にいたんですけども、境港の方にね今私たちは来ておりますよ。で、あれが夢港タワーですね。綺麗だな。いや、なんかこっちに来るにつれて天気が良くなってきてくれていいですよね。アルファワンさん出た時はまだ雨降ってましたからね。じゃあこのタワー登ってみましょうか。猫娘さんとかいらっしゃいますね、妖怪の皆さんが。そして、夢港タワーって書いてあるとこに鳥取県のマスコットキャラクター、トリピーがいらっしゃいます。はい、トリピーじゃないですかね。間違えないでくださいね。トリピーさんですございます。なんかここもなんか空港みたいな感じですね。ここにも脈々またいた脈々なんかめちゃ今回旅ついてきますね。これまっすぐ行ったらタワーの入り口らしいですけど、この辺はなんか交流スペースみたいになってるのかな。さあ入っていこう。えらい開放的ですね。この上にタワーがあるらしいですけど、なんかタワーとかにありがちなこうね、エレベーターの扉にこうなんか丸があるんですよね。のび太くんのね部屋の襖なんかもねこんな感じで丸がね配置されてますよね。丸がこうやってあってみたいなね。おー、すごいすごい。徐々にですね日本海が見えてきました。さあこちらが展望室になっております。天井がねだいぶ低いですね。多分これチェホンマンさんとかやったら届くんだと思いますけども、そんなね、ところになっております。これ綺麗に見えるな。これすげえな。これあそこなんかね海が見えるようになってるんですね。こう飛び出てますよね。これアルファベットの C の G みたいな感じでブリッジが設置されてます。ちょっと後で行ってみましょうかね。日本一低いタワーへようこそって書いてありますね。タワーに分類されるものの中で一番低いものみたいですね。そうなんだ。思わず押したくなったんでね、この鉄道スタンプ帳に押しちゃいましょう。はい、新山口の駅のスタンプの横にですね押させていただきました。なんか色合いが地味ですねでもこのね地味のとこがねいいんでしょうね。で実はこの境港は国際港でして、定期航路として韓国とあとロシアに行く船が出ています。韓国を経由してロシアに行く船が出ているんですね。週に1回ぐらいやったかな。でその他にもですねこういった形でクルーズ船がちょこちょこ入船っていうのかな、入港かなんか電車基準になっちゃった入港してるらしいですね。なので今回ね境港から船乗って韓国行ってもいいかなとか思ってたんですけども、それは次回にしようかなと思ってて、まずはねこっからね飛行機で出るっていうのもその船で出るような気分が味わえるんちゃうかなと思ってたんですよ。でも実際ねどうかっていうと味わえてますねやっぱり。はい、こっからね飛行機で出ようが、船で出ようがやっぱこういうですね港町ロマンを感じることができるというのがねなんか分かりますよね。この BGM もいいですよねこれね。さあでなんか3階に展示室があるらしいんでね、その3階に行ってみましょう。ちょっと待って、これ思わず見上げてしまうよこれ。うわー、この開放的な感じったらないよ。ほんと素晴らしい。ほんとこれテンセグリティ構造っていうらしいですね。確かにこんなね形のタワーってあんまり見たことないっていうか初めてなんじゃないかな。
韓日本海研究室ということで、こちら的漁師かが置かれてますね。先ほどご説明したみたいに、この境港町とロシアのですね、ウラジオストクという町は、船でつながってますのでですね、こういうものが置かれているんじゃないかなと。さあ、そして、こういう韓国のね、女性の衣装、韓服ですね、こちらが展示されていますね。日本ではね、よくチマチョゴリというふうに言われてますけども、こんな形でいろいろと昔からこういう域があったということがいいですね。やっぱこの韓国に行く前にこういうものをですね見ておくと非常に勉強になります。はい、韓国の展示もこうありますね。でこれはですね、韓国のお正月、お正月といっても向こうは旧暦のお正月でやってますので、だいたい1月の末から2月の初めぐらいになるんですけども、親戚とかですね、近所の、家を訪問しまして、でご挨拶をすると。で、日本でいうお年玉のようなものをですね、そこで、子どもたちがもらっている、そういうところが再現されています。でこっちは韓国の、伝統的な婚礼の様子ですね。韓国というかですね、それ以前の、朝鮮王朝から続く伝統になっております。いいな、こういうところは俺のピアノ踏んだらあれなのかな、音なるのかな、これなるでしょこれ。なりますねこれね。なんかでもちょっと音階がずれてますよね。いいか、そういうもんなんでしょうねきっと。民族衣装が綺麗になってますね。これあれですよね、愛知県の犬山市にあるリトルワールドみたいなことやってくれてるんですよね。でもこっちはなんか韓国のやつがえらい本格的になってますね。これ世界旅行 in 韓国って書いてありますけども、これがですね韓国に行ったような感じに、民族衣装を着て写真が撮れるということになってます。こっちはロシアですね。こんな展示があったんだ。夢港タワーね、一回来てみたかったんですけど、景色が見れたらいいなと思ってたんですが、こんなね、はい、僕ワクワクさせるような展示があるとは知らなかったです。いやー楽しかった。ここがさっき見てた、飛び出てるとこですね。ちょっと入ってみましょうか。なんか観光スポットっていうよりなんか釣りのスポットみたいになってますね。さあ、では私たちはランチしに行きたいと思います。で、飛行機の出発が15時50分なので、だいたい1時50分ぐらいまでに空港に戻ればいいかなと思っています。タクシーね、この辺なさそうなんで、呼ぶかなんかしようかなと思っていますけども。でこの境港魚センターっていうの気になってたんですけど、最近の営業もう終わっちゃったらしいですね。夢港タワーの中にもですねカフェがあって海鮮とか食べれるらしいんですけど、せっかくなんでこの辺のねお店で食べようかなと思います。何軒かですね、歩いて10分圏内にそういう海鮮を出してくれるお店が何個かあるらしいんでね、なんかこの辺北海道の小樽を歩いてるみたいですね。小樽の港のあたりってこんな感じでね、船も出てますしね、やっぱり似てるんでしょうね。やっぱり同じ港だから。この藤子のね、前にある、これ何でしょうかね、道の駅みたいになってるのか、お店が何軒かあるのか分かんないですけど、結構大きいところですけど、空いてそうなんで、そこしましょうか。わあ、なんかいろいろありそうですね。ワクワクしてきますね。ここが入り口みたいですね。営業中ってなってる。よし、ちょっと待って、日替わり定食が820円で海鮮漬けるんでしょ。でこれすごいな、これセルフ無料サービス、まずはカニ汁がおかわり自由、平日限定だそうで、今日はカニ汁じゃなくてあら汁だそうですけど、あら汁言ってもね、なんかちゃんと身入ってますからね。これすごいな。いただきます。いや、これはすごいな。これで820円ってめちゃくちゃ安いですよね。じゃあいただきます。いや、美味しかったですね。あれ820円ってちょっとねコスパ良すぎです。まずあら汁なんですけども、だしのね
優しい味と、そしてね身が入ってるって言ってましたけど、ちゃんとね美味しかったですよ。あれは何なんでしょうかね、ブリかなんかかな。想像ね、ブリが嵐で食べれる時点でですね、ほんと100円か200円ぐらい払った方がいいじゃねえかって、そんな、レベルなんですけどね。で、本題の漬け丼なんですけども、いやー本当にね、お塩つけなくてもね普通に食べれました。独特のタレがねかかってまして、で、境港で有名なサーモンとかですね、あとカツオとかもあったんかな。日替わりなんでね、その日の、取れたやつに応じて、変えていくんでしょうけども。さあ、では私たちはね、さらにですね、極楽な気分を味わって、お隣の国、大韓民国、韓国に飛び立っていきたいと思います。というのはですね、この近くっていうか、この夢港タワーですね、横に温泉があるそうなんですよ。はい。いや、昨日も温泉行ったんですけど、どうしようかなと思ったんですが、空港からすんげえ近いし、で、1時50分までにね空港まで行けばいいんで、あと1時間半ぐらい時間があるわけですよ。じゃあ何するかって温泉行きましょうよね、せっかくだし。でもこの隣にあるんですよ。そこに見えてるのにね、入らないわけにいかないじゃないですか。さあ、そこが先ほどですね、夢港タワー入ったところの入り口ですけども、もうこの隣らしいですね。しっかりと大きいですね。こちらが港温泉ほの神というところになっています。ここからこう上がって入るみたいですね。じゃあ行ってみましょうか。趣のある店内ですね。はい、ということでいいお湯でした。フロントの方にタクシーを呼んでいただきまして、あと10分ぐらいで来るので、ここでちょっと休憩していたいと思います。コーヒーを買おうと思ったらね、番号間違えてフルーツ牛乳になっちゃいましたけど、これもこれで美味しいでしょうね。源泉かけ流しということで、ちょっと厚めのお湯なんですね。なんですけども、本当に全身がポカポカ温まります。で、露天風呂はなんとオーシャンビューになっております。そう、釣りしてる人とか普通にですね、見えるような、そんな絵風になっていまして、立ったら見えるんですけど、座ってたらっていうか、浴槽の中入ってたらさすがに見えないんですけども、多分なんか工夫はね、外から見れるように工夫はされてるんだと思います。なんですよ、こんな源泉かけ流しの温泉がね、空港から10分15分で車で来れるところにあるってすごいことですよ、本当に。はい、ということで呼んでいただいた黄色いタクシーですね。昨日ハワイ温泉行った時の同じタクシーがそれにいらっしゃいますね。いや、いいですね。タクシーは本当に乗り心地がいいというか、乗り降りも楽です。さあ、すでにチェックインカウンターオープンしてますね。時刻13時43分でございます。さあ、では脈々くんに最後のご挨拶になるのかな。いや、でももしかしたらワンチャンソウルまでついてきてくれる、そんな可能性もね期待しつつ、でロッカーから荷物出す前に現地で、両替する用の日本円をゲットしておかないといけないんですね。で、この米子鬼太郎空港に ATM はここしかないですね。はい、セブンイレブンさんのセブン銀行が、空港全体の ATM の役割になっているということです。さあ、では無事にですね、荷物も、帰ってきましたというか、ロッカーから出しましたんで、どうしよう。さっきまで温泉でゆっくりしてたんですけど、なんか急に緊張してきましたね。ちゃんと韓国語できるかな。はい、ということで無事手続きが終わりました。日本語も韓国語も、係の方は通じますので、安心してですねやっていただければというふうに思いますけども、いや、なんかもう韓国にもう来たみたいな感じですね。韓国人が8割、日本人が2割みたいな、そんなね、感じでございます。なんか飛行機がね、ちょっとインチョン空港が混んでるみたいで遅れるらしいんで、どうしようかなってとこですけど、午前中見れなかったものとかもね、ちょこちょこ見ていきましょう。これは妖怪の皆さんのステンドグラスですね。いや、こうやって見るとその妖怪本来の怖さを忘れて若干幻想的ですよね。ちなみにこの動画なんですけども、インチョン国際空港について一旦終わりです。
で、その後ですね東横インさんに行くんですけども、ホテルね、それはですね別でお送りしようかなと思っています。じゃあラウンジ入りましょうかね。ラウンジはねゴールドカードプレミアムカードを持ってたら入れますので、僕は楽天プレミアムカードなんでね入ることできます。はい、ラウンジの中はこんな感じで外が見える開放的な作りになっています。で、米子空港に発着している飛行機の模型なんかもあってね、いやこういうの見てると余計にワクワクしてきますね。で、ソフトドリンクがこんな形で飲み放題で、自販機のボタンを押したら出てくるような形になっています。はい、制限エリアに入ってきました。なんと入国審査のね窓口は1個しかなかったですね。すごいですね。ある意味こじんまりとしてて落ち着いてますよね。うわ、めっちゃいい飛行機がよく見えるぞこれ。この ANA の飛行機は東京行きのやつです。50分遅れですね。いや、まさかのLCC なんでね、そういうことあるんですよね。免税店はね結構いろいろ品揃えがあるんですよ。で、白い恋人がね謎にあるんですよ。で、ロイズもあります。さあ、そして画面下の方にあるのが米子鬼太郎空港の出国スタンプですね。えらいレアなスタンプでございますけども、さすがにこのスタンプの空港名は米子ってなってて、鬼太郎っていうのは入ってないんですね。遅れが20分縮まりましたね。はい、4時20分発だそうです。さあ、もう西日がね眩しくなってまいりましたけども、これがボーディングブリッジですね。国際線は3番乗り場1つしかないみたいなんですけど、立派なねボーディングブリッジがあります。そして私たちが乗るエアソールの機体がね、さっきラウンジでも見ましたけども綺麗ですね、デザインがね。やっぱもう上の荷物はいっぱいですね。さすが LCC ですね。すごい使える。これちゃんとねディスプレイで、これ使えるんだ。すごいな、 LCC でこんなの使える。さあ、インチョン国際空港に到着しました。まずはこの空港の名物ですね。はい、飛行機が出発してきた国をですね、ここに国旗が表示されております。韓国へようこそということですね。いや、素晴らしいおもてなしを受けております。いや、でかすぎやろ。ここまででも米子空港1個分ぐらいありそうな気がしますけど、とりあえずトイレ行きたい。ここでニュートラムみたいなですね、新交通システムに乗って、それでですね到着ロビーに行くことになっています。飛行機着いてからねすぐ電車に乗れるっていうのはね、本当鉄道専門家にとってはね、鉄オタにとっては最高の喜びでございます。とりあえずこの列車は、私たちが米子から乗ってきた飛行機の乗ってた人らが行さん乗ってそうなんで、次のやつにしましょう。でもトイレ行きたいな。待って、向こうにもなんかホームありますよね。これすごいな。なんかこのインチョン空港の中になんか大ターミナル駅がね形成されてますよね。だいたい前の列車乗ってったみたいなんで、私たち待ってるとこも誰もいないですね。モーターのトイレです。はい、ということで入国手続き完了しました。到着したのがですね6時過ぎだったんですけど、もう30分経ってるんですね。米子空港とインチョン空港のね大きさの違いがよくわかります。ありましたね。米子から来た飛行機ですね。これは16番、荷物コンベヤーのところにあるらしいですね。はい、ちゃんとありました。いやー、出てきた。韓国です。何が一番緊張したかってね、今回ね入国のカードを書いてないんですよ。そう、3月からですね、事前申請ができる、ネットでできるようになったんで、それを使って、では入国審査の時はパスポートを出すだけでいいようにしたんですけどもね、今までなんせ入国カード書いてたもんでね、
出さんでええんやろうかとねビクビクしてたんですけど、ほんまに出さなくてよかったですね。いや本当技術の進歩ってやつですね。さあで私たちはですね6時半というか7時前なんで、一緒にご飯食べてからねこの動画終わりにしたいと思います。ご飯食べた後ですね、今日泊まる宿に東横インさんに行くんですけど、それはまた別の動画でお届けします。さあこのエスカレーターで4階に上がるとレストランがあると書いてありますね。早速行ってみましょう。4階に上がってきたところにはザ・韓国っていうようなね、韓国の伝統的な建物を再現した景色が広がってますけども、この奥にですねレストランがあるそうです。3つあるらしいですね。上がプレミアムコナモンストリートフードで、2番目が韓国料理ソウルで、フードコート、フレーバー6って書いてありますね。これ2番目の韓国料理ソウルってね、日本に結構何軒とか何百軒とありますよねすごいな、韓国にもやっぱあるんですね、そういうお店が右が韓国料理ソウルだそうです。ちゃんとご丁寧にの店の前にスーツケース置き場があるんですね。鍵をねちゃんとしてたら大丈夫でしょう。フレーバー6の方が空いてるんで、こっちもねちゃんとスーツケース置き場あるからこっちにしようかなと思うんですけど、これ面白そうですね。スンドゥブチゲと、サバの塩焼きっていうのがありますね。これにしよう。これもね多分15穀米です。めっちゃ栄養ありそう。これ現金が多分使えないんですけど、ワウパス使えると思うんでね、ちょっとやってみましょう。ここですね。영수증이 출력 중이니 절대 잡아당기지 마세요. 영수증이 출력 중이니 절대 잡아당. 주문이 완료되었습니다. カウンター席までごっついおしゃれですね。これちょっと尋常病院待ってる時みたいでね、しっかり耳傾けていかないといけないですね。あそこにね全部のフードコートで共通で、番号が出るらしいですね。だからほんまにキンコンキンコンみたいなね、のど自慢の時になる鐘みたいなやつを聞いとかないといけないです。ベッドのとこはこれ共通になってるんですね。面白いな。出てきました。これがサバですね。これ裏返し出てくるんですね。はい、こんな感じでサバですね。なかなか韓国でこのサバ食べるってサバの定食ってなかったんですけど、最近登場してるみたいで嬉しいですね。スンドゥブと、中国穀米です。じゃあいただきます。スンドゥブもねいろいろ入ってて美味しいです。これ肉と貝が入ってるのかな。辛さはねそんな辛くないですよ。日本の韓国料理屋さんと同じぐらいの程よい辛さですわ。いや美味しかった。やっぱりスンドゥブの名店らしいんでね、スンドゥブのチゲの中にラクが入ってて、エビとかね貝とか、あとお肉がね入っててね、いろいろ味わえて最高ですね。そしてそれと、15穀米とサバを一緒に味わう、もう最高でしかなかったですね。もう本当久しぶりなんでね、韓国のフードコートこんなもんだったんだなってだいぶ思い出すことができたんですけども、本当店員さんがすごい優しいんですよね。お水どこか困ってたらここに水あるよとか、食事を返却するところね迷ってたら左にあるよって言って、いや本当ねそういう優しい人たちに韓国に来ても巡り会えてる、青木さんすげえなと私ながら思う、そんな瞬間ですね。さあということで、インチョン空港でエンディングにしようと思ったんですけど、なんか韓国に来た感がないなということなので、2日目泊まってるホテルの近くにあるトンデムン史跡トンデムンを見ながらエンディングにしたいと思います。大阪から誰も使わなさそうなルートでですね韓国に来てみましたけども、いかがでしたでしょうか。ほぼほぼね鳥取県の観光動画みたいになっちゃいましたけども、鳥取砂丘、そしてハワイ温泉で最後境港とですね、鳥取県を東西に横断しながら最終的には米子空港からソウルに来るというようなことをしてみました。やっぱりね鳥取県ってタクシーもねすごく充実してそれで親切ですので、非常に観光がしやすいなというふうにも感じました。でそんなとこからですね、ソウルまで直通便が出てるんで、外国の方もね本当今後鳥取県にいっぱい来るんじゃないかなっていう、そういう期待が、高まって、そんな感じの旅でしたね。日本を満喫して韓国をねまた満喫したいよって方はぜひねこのコース、ちょっとね時間は必要ですけども、長期休みが取れた方はぜひねやってみていただければというふうに思います。ではご視聴いただきましてどうもありがとうございました。